はい、ついにキャップが完成しましたので、こちらのキャップやっと皆さんに解説もうちょっとしていこうと思います。何から話せばいいんだろうな。まあこの2色です。ベージュボディにオリーブの刺繍、まあこの紐もオリーブになってるんですけどね。あと黒のボディに白の刺繍、これ刺繍ですね。こっちは何て言うんだろう、分かりにくいかもしれない。まあサンドベージュみたいな、クリーム色みたいな感じかな。まあこれとなんかこのね、オリーブの色合いとかもなんかいいですよね。ワーカーって感じがするし、なんか女の子とか絶対良さそう。形からうちのオリジナルで作ったトラッカーキャップになります。まあなんかよくこっちがメッシュになってて、こっちがフロントの方が硬いようなザ・アメリカのねキャップみたいなのをトラッカーキャップとか言うんですけど、会社とかのロゴが入ってるみたいなのとかよくありがちなんですよ。でそれをトラックの運転の人とかがかぶってたりとか、企業の人がかぶって、なんかその宣伝用のみたいな、だからうちのお店のトラッカーキャップみたいな、ベースとなったやつとかも別にこういうシルエットにしたらかっこいいっていうために作ったわけじゃなくて、たまたま作った形がそれだったっていうだけだから、なんかそういうのもやっぱ面白いですよね。そう、ヘア感覚目線で作るっていう、結構でもどんな人がかぶってもねいい感じにはなるかなみたいな。だからこの日本人って88って絶壁みたいな形なので、やっぱりこういう感じなんですよね。だからそれに対してやっぱりこうあってこういう縦がある感じが入ってるとバランスはいいのかなみたいな。だからあんまりこうすぎるとちょっと目立っちゃうかなと思って、だからかぶった時のここの面が結構印象的な形になるように作ったのと、ちょっと深めにかぶれる仕様にしたかったんですよ。この横から見た時にちょうどこういう感じになるような、あんまり上でかぶるんじゃなくてこういう感じ、まあなんかトラッカーキャップっていうもののイメージが僕の中でそうだったので、帽子ってヘアアクセみたいなとこあるじゃないですか。ちょっと美容師目線の感覚でちょっと作った部分もあって、この深めにしたのもこうやってちょっと深めにかぶって、ここの面がしっかり印象がある方が、このなんかね、人って同じくらいのものを比べる習性があるんで、なんかここの面が顔と同じぐらいかそれ以上大きい方がこっちがちっちゃく見えるんですよ。まあ普通のことですよね、これはね。まあこういう風に深めにかぶっておけると、まあ深めなんで結構髪が硬いね、人種の僕らでもガボってちょっと入れれる感じ、それでちゃんとキツなところからはみ出てるって感じじゃなくて、ちゃんと覆ってくれたまんまでいてくれるようになるんで、だからそういうなんかね、目線の髪型をちょっと似合わせる要素みたいなのが、まあなんか必然的に入っちゃうんですよ、僕らの場合は。なのでかぶるとこういう感じで、正面からで横から、そうでこの後ろでかぶった時の感じがこういう感じ。まあここの幅とかもねちゃんとこだわって作りましたよ。そうだから形はだいぶこだわって作ったので、まあ結構いいんじゃないかな。だから深めだからすごく頭がちっちゃいような
女の子とか男の人とかでもだと少しこう大きい感じがしちゃうかも、ね、なんかやっぱ帽子ってこう正直髪伸びた時にかぶるじゃないですか。なのでその時にこう浅かったりきつかったりとかすると帽子すらこうかっこよくかぶれなかったりするんで、まあちょうどね僕はこうたまたま今伸び伸びですけど伸び伸びでかぶっても結構いけちゃうっていう、であとはこの生地ですね。ちょっと特徴的なのは、まあ、クラッカーキャップでコーディロイってやっぱあんまないんですよ。まあ、だから作ったっていう部分もあるんですけど、で最初このテロッとした感じがファーストサンプル来た時にちょっとチープかなと思って、せっかくボディから作るねいいキャップにしたいんでちょっといい素材のこのコーディロイにしてもらったんですけど、なんかベロア調のようなこう光沢があるような雰囲気になるともちろん高級感は出るんですけど、まあ、高級感とか求めてないしなって思ったのと、こうやって使いたいんですよね。こうねくしゃっていうのがなんか合わない素材だったので、なんか黒とかだとなんかねホコリとかが目立つ感じわかります？なんかベロア調のベルベットとかにもついてるとなんか目立つじゃないですか。けどねこのテロテロちゃんはそれすらもうデザインになってくれるみたいなチープな感じなのがいいっていう意味で、まあだからこうやってこのままポケットとかに入れるっていう感覚が良かったんで、もう第2弾でね高級感があるのを作ってもらったんですけど、やっぱ戻したいですって言って墓参って、だからやっぱたまたまその一番最初にもらったサンプルがあまりにも良かったってことなんですよね結局、だからもらって打ち合わせ終わってここに置いてあった時に自分で持ってたキャップかのような佇まいをしてたんですよ最初に。だからこれは売れるなと思って一番最初にでもその最初がそれだったからなんか鼻からそんなうまくいくわけないと思って、そこからなんか変にもっとこうすればこうなるんじゃないかっていうのがこう頭の中になっちゃって時間かかっちゃったって結果一番最初のあのクオリティが結構良かったりとか、まあ、するんですよね。まあフォントとかはねちょっと変わったりとかしたんですけど、でもなんかそういうものをわざわざ一番最初の一からのボディから作るっていうなんか贅沢ってあるなと思ったんで、このなんかねあえてテロッとした方にしたのは正解だったかな。でもさっき言ったこの上の部分の面がしっかりくるようになってるっていうのはちゃんとこうテロテロあれなんで改良したの。この部分だけは少しこう生地をトップのパネルだけは厚めにしてここがへたれないようにしたりとか、だからこっちはくしゃくしゃだけどこっちはあんまり潰れすぎないようになってるんで、くしゃくしゃって言うてもって感じ。でもそういう使い方がやっぱ一番いいかな。でこれ受注生産なんで数量限定と悩んだんですけど、まあドリズラーの時もねこう買えない人がいっぱいだったので、まあ、受注だったらもうね確実に買えるんでちょっと受注生産にしてもらって、ただやっぱ受注だとこの作るところからねその数によってどれぐらいの数でどれぐらいそのできるかっていう期間もちょっと変わってくるんで、7月8の12時から受注開始で、多分ですけどちょっと夏の終わりとかになると思うんですよ届くのが。まあコーディロイだからなんか生地感的には夏じゃない感じするんですけど、このテロテロしてるから夏もいけちゃう。まあなんかこうオールシーズンっていう感じでいいんじゃないかな。だから高級なコーディロイの方だったらちょっとなんかこう夏は暑苦しいかもしれないけど、こいつはね多分ねいいと思うけど9月中旬くらいとかになるちゃうかもしれない。これは仕方ないっていうか、その工場さんがどうのこうのとかじゃなくて僕がこだわりすぎてここまでその
完成を遅らせたのが悪いんで、すみません。なんかもうできますって言ったお客さんに「まだですか?」とかって何人も言われたんだけど、そうそうそう、まあでもまあこだわった分いいものになってますんで、で値段が、税込み7370円です。まあちょっとこうボディから作ってる部分もあるから、まあちょいちょい高なのかな、キャップではね。あ、そうだ、感じなこと言うの忘れてた。これはサンプルなんでちょっとデザインが違いまして、ここのね、このびっくりマーク、あ、間違えたこのびっくりマークが消えますから、こういう感じ、このノーベイカンシーっていうのに下にホテルっていう、まあこれはまあ僕らがそのロードトリップとかしてる時のモーテルとかにもよくある看板なんですけど、ベイカンシーとノーベイカンシー、その空室満室っていう、今部屋がないですよみたいなっていうのを、まあ、僕らの今のこのホテルの現状、ちょっと予約が取れませんっていう状態をなんか皮肉ったまあダークユーモアとまでは言わないですけど、今のこの現状をこうなんか入れた感じですね。まあそういうのもなんか面白いかなみたいな、ちょっと意味わかんねえなって感じするかもしれないけど、そうそうそう、まあだからこうあんまりパッと見のなんかこうなんていうのか、デザインにはそんな強くないから、結構やっぱりいろいろ着てみましたけど、まあそれなりに何にでも合うかなっていう感じですね、っていう感じかな。これの前の動画でコーデ、シャツコーデを上げてると思うんですけど、その中でもかぶってる時が結構あるんで、まあそれもなんかイメージにしてもらえればいいかなって。まあ今回もだいぶブナ君にお世話になって感謝です本当に。この動画見てなんか質問とかあったらコメントとかにいただいてもいいかもしれない。でなんかインスタライブとかで答えたりとかしてみてもいいかもしれないしね、その人の素朴な質問みたいなの、問い合わせフォームみたいなのから来ると大変なんですよそうだからインスタライブっていうものをね、ちょっと僕もやってみようと思いますから、その時にちょっとこう聞いてもらっていう感じですので、皆様どうぞよろしくお願いします。ノーベイカンシーキャップ。